それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、夜の妄想、夜のちぎりシリーズです。あの人と結ばれますかということで、リーディングを行っていきます。よろしくお願いします。では今回はカードを出しながらリーディングしていこうと思います。まずはカラーカードからあの人から見たあなたということで、どんなところに魅力を感じてくれているのかっていうところで1枚カードをもらっていこうと思います。はい、1枚見ていきましょう。ターコイズ、共感能力を目覚めさせるということで、これを見ているとあなたがお相手のことをよく深く知ろうとしてくれてるなとか、共感能力が高いってことだから、それいいなって思っていたんだよねとかっていう風に同調してくれたりとか、共感してくれたりとかっていうところに対していいなって思っていたりとか、またやはりあなたの内面ですよねの中に深く入っていきたいなっていう、そういうお気持ちもあるんじゃないかなと思います。なんかこう濃厚な色気というよりは爽やかな色気っていう感じで伝わってきます。もう少しもらっていきましょう。トランプからも見ていきます。なんか全てを出してもさらけ出してもあなただったら受け止めてくれるとか、そういうお気持ちもあるように感じます。はい、なんかそのあなたが少し天然なところもあるのかもしれません。うっかりミスとかがあるかもしれないですね。そういうところも好きっていう風に言ってるので、慌てんぼうなところだったりとか、落ち着きがないようなところとか、賑やかだなっていう風に見ていたりとかすると思いますし、あと基本的に根が優しいっていうのがあるので、そういうところに魅力や色気を感じてると思います。あとは足元ですね。あなたの足、素足じゃなくても足のラインとか、太ももから足首までのラインとかね、そういうところも見てると思います。では続いてタロットカードで見ていきます。タロットよりあなたとどんなことをしたいと思っているのか、そして結ばれたいと思っているのか、結ばれますかですね。結ばれますかっていうところを見ていきましょう。お相手と体の結びつきありますかっていうところで、そこに対してはエンジェルアンサーカードで出していきましょう。まずはどんなことを妄想しているのかっていうのがタロットカードからもらっていきます。はい、ではエンジェルアンサーから近未来、体の結びつきありますか？答えをもらっていきましょう。はい、見ていきます。あなた次第っていうカードが入っています。あなた次第で変わっていきますよっていうこと。あなたの主導権っていう感じもしますね。あなたの方でリードしてほしいっていうふうにお相手が思っている可能性もあります。はい、時にはあなたから責められる、そんなよりもいいなっていうふうに妄想では入っています。ただそのお相手の妄想の中では完全に混じり合っていくことっていうのをすごく追求しているんですね。どこまで一つになっていけるんだろうとか、身も心もだけじゃなくて、そのもっと細部、細かいところまで多分願望としてお相手が感じてるとか妄想してると思うんですけど、ただ肌を重ねるだけじゃなくて、じゃあどういう風にとか、こうやってこうやってこうやってとか細かいなっていう感じでお相手の中で段取りを組んでいる気がします。もうちょっとねヒントもらっていきましょう。じゃあお相手の中でどういうことをテーマにあなたと融合していきたいと思ってるのかなって、そのお相手は融合していきたいって思ってるんですよ。であなたも思ってるし、そこは一致してるんですね。肌を重ねたいっていうところが一致してるから、あとはっていうところで、はい、
お相手の妄想としてもいい、美しい眼差しのカードですね。あなたの視線とか眼差し、瞳の形ですね。目の形、目の輝きとか、そういうところにドキドキしている、色気を感じているよっていうところで、ぜひまっすぐとお相手を見つめてあげてください。その視線を感じたらお相手ね、こうドキドキすると思いますね。もっともっとあなたに見てもらうために自分の中で集中していたりとか、段取りを組んでる、どこまでつながっていこうかとか融合していこうかって、かなりこの融合っていうところをお相手意識してるんですね。ここにラバーズのカードも出ているし、どうやったらあなたを射止められるんだろうって、それは体だけでもないし心だけでもないし、もっと奥深いところっていうのを追求してるんですね。ただドキドキするだけじゃないとか、手が触れていいなだけじゃなくて、かといってあなたから責められるだけでもなくっていうところで、確かにあなたの存在感っていうのはお相手の中ですごく大きな存在として映ってるし、リードしてもらう、そんな夜もいいなっていうふうにも思ってるけど、最終的に目指してるところはあなたからのリードだけじゃなくて、2人がこうピタッと重なるところ、例えばね、感覚とか快感とか、そういうところがピタッと一致してるところをお相手は求めてると思うんです。そういうところどうなのかなって、まだ肌を重ねたことない間柄だったら、肌を重ねた時にお互いが同じタイミングでいいなって思えるんだろうかとか、同じタイミングで最高の波に乗っていけるのかなとかね、そういうウェーブ感を感じたいとか、そういうことも思ってると思いますね。この過程とかを見ていくんですが、かなりこうね、2人で今いる関係性を飛び越えてつながれていきたい、結ばれていきたいっていうのがあるっていうのはありますね。だからあなたの方から攻めてもらうのもありだし、なんだったら自分からも攻めていけるしっていうところで、あとほんのちょっと勇気があればいい感じになれるんじゃないかなっていう、そういう期待もあります。これから近い未来、お相手からの動き、お誘い、肌を重ね合うっていうことに対してのお誘いがあるのかなって言ったら、ちょっとまだね、勇気が出ないとか自信がないっていうところはあるんですね。そこをあなたの力で引っ張ってってくれたら、より良い一夜になるんじゃないかっていうところがある。ちょっとね、あなた頼りっていうところはあるんだけれども、でもこのラバーズとか世界のカードが出てるから、すごく素晴らしい、あなたとはきっと相性がいいんじゃないかとか、そのグッドなポイントがね、噛み合うんじゃないかとか、そういうことをすごく期待している、確信めいたものもあると思いますね。なのであなたと一緒に燃え上がるような激しい夜を過ごしたいと思っています。穏やかな一晩じゃなくて、もうなんかこうね、スポーツのように、ワンドの5番なので競い合うかのようにお互いの技を披露し合って激しい夜にしたいっていうのがお相手の願望として入っています。そうすることによっていろんなものをさらけ出して、いろんなものを注ぎ込んで、愛情とかね、お気持ちとかいろんなものを注ぎ込んでいった後に、あなたとようやく一つになれるんだとか、燃え上がった後に残ったものっていうところにお相手は集中してるんじゃないかなとも思うんですね。お相手と肌を重ねる機会があるかどうかはあなた次第っていうのがある。それは多分あなたがリードしてくれたらっていうところがあると思う。じゃあどんなリードをすればいいのっていうところにシフトチェンジしてもらっていこうかなと思います。まずオラクルもらっていきましょう。どんな風に攻めていったらいいですかっていうことでアドバイス1枚ください。はい、1枚見ていきましょう。レディーのカードです。やはりここね、あなたっていうね、存在感がすごく大きく出てきてるので、あなたのリードだったりとか、きっかけ作り、どんな風に自分のタイミングでいいよとか、あなたなりの表現方法でっていうのが入ってくるんですけど、もうちょっと詳しくね、欲しいですよね。はい、淑女、レディー、あなただよっていう風に入ってくるんですけど、じゃあ具体的なラッキーナンバーを出していきましょう。何日後とか何時とかでもらってください。はい、1枚出していきます。4です。4のつく日にち、日時を参考にしてください。いいですね。あなたがこう一生懸命
思っていた気持ちとかを形にしていくタイミングだったりとか、お相手と結ばれることによって安定した関係を築けるタイミング、ご自身の中で一番感じてるんじゃないかなと思うんです。それってどのタイミングなんだろうとか、どういう時にとか、そのご自身の、信じる気持ちに従って動いていく、相手のことを考えすぎないっていうこと、お相手のタイミングとか考えすぎずに、言ってもいいんじゃないかっていうぐらい、あまりねこうね保守的にならないでっていう風にも入ってくるので、自分から積極的に動いていっていいよって。ではこの、カラーカードから内なる衣のラッキーカラーをもらっていきましょう。このカラーを、衣の色に取り入れていこうということで、マゼンタ、パキッとした色が入ってきましたね。はい、H とつながるっていうことで、深く深くつながっていくためのラッキーカラーとして、このマゼンタ色を内なる衣に取り入れてみてください。この燃えるようなでプラス新鮮さとか鮮やかさとか艶やかさっていうのが入ってくるので、これが色気の、あなたの持つ色気の色っていう風にね捉えてください。この艶やかな色を身にまとってぜひね勝負してくださいっていうことと、あともう少しもらっていきましょう。お相手が求めてることってね、すっごいたくさんの融合です。細かいところまで混ざり合っていきたい、深いところを追求していきたい、ついていきたいっていうところがあって、ではこちらのタロットからももらっていきましょう。お相手はどちらかというとあなたのアプローチを待っている。でも一回あなたからのアプローチを受けて、そういう流れになったら自分からもものすごく張り切って動いてくると思うので、激戦する夜みたいな感じになると思います。きっかけ作りがあなたっていう感じがしますね。ぜひそのきっかけを作ってみてください。はい、タロットからももう少しメッセージをもらっていきましょう。はい、カップのクイーン、そしてペンタクル5番、はい、ソードの6番と出ています。お相手とやっぱりここであなたの主導権というか、あなたの手の中にお相手がいますよっていう風に入ってきます。すべて見透かされているような、自分の本心を分かってくれるような、そんなお相手としてあなたが映っている。お相手の目線からあなたの優しさに包まれて深い沼に入っていく、2人で入っていくっていうのを感じます。そしてこのお相手はすごいタフな方だから、何度も一晩の間で何度もね激戦が繰り広げられていくと思うし、あなたもそれを受け止めるぐらいのタフな力を持っていますから、2人でとことん沼っていってくださいっていう、そういうメッセージも入っていると思います。そして今そのお相手との接近するチャンスに備えて体調を整えておきましょう。念入りに体のケアしておいてください。ボディクリームを塗ってきめ細かい肌を作っておくとか、下準備ですね、土台作りがとても大切になってきます。そしてあとはやっぱり内なる衣を身につけたりとか、テンション上がるようなことしてみたりとかして、自分の気持ちを整えておいてください。心が潤っていると体にも現れてくるので、あなたのその長所、外見の長所っていうのは美しい眼差しとか凛とした佇まいとか立ち姿勢とか、あとはあなたの立っている姿、歩いている姿だったり、あと肉体美っていうところもあるので、ぜひ己のボディに磨きをかけてください。そうするとそのすごく素晴らしい夜を過ごせると思いますし、またチャンスもやってくると思うので、お相手と熱い夜をぜひ過ごしてください。あなたが勝ちに行く番ですよっていう風に入ってくる。ぜひ自分から行動に起こしていって、あなたが輝く番ですよって、あなたっていう風にね、主役はもうあなたなんだよっていう風に入ってくるので、我主役なりっていうことで自分から進んでいかれると、これ未来切り開かれていくんじゃないかなと思いました。ラッキーナンバー4番でラッキーカラーはマゼンタ。はい、すごくねパキッとした色だし、それが逆にお相手の目に留まるんじゃないかなと思います。きっかけになるのは4では、もう少しねオラクルカードもらって終わっていこうと思います。ではアートインスピレーションのカードから1枚メッセージをもらっていきましょう。
お相手ラバーズとかワールドが出てるので、あなたとやっぱり結ばれたいとか、結ばれたらすごく気持ちいいんだろうなとか、そういうことは考えています。積極的なアプローチお待ちしていますっていう感じで、官能的な喜びと美しさっていうカードが出てきました。マゼンタに近い色ですね。はい、すごくやっぱり官能っていうところで、あなたにその喜びと美しさをお相手が味わう時、あなたから、あなたの味をお相手が噛みしめる時、味わう時だよっていう風に入ってくるし、お互いが多分そうなんじゃないかなって。結ばれるとすごくいい思いする、美味しい思いするとか、豪華なごちそうとか、あと高級なレストランに行って食べるフルコースみたいなね、それの何回もそれがあるみたいな感じで激戦っていう風に入ってくるので、かなりバチバチの暑い夜を過ごすと思います。そして官能的な喜びっていうのがあるので、やっぱりそこにはやっぱり気持ちの良さだけではないし、やっぱりつながる喜びだけでもないし、それを超えたさらなるその先の向こうへっていうところで、お相手が求めているものと同じようなことをお互い体験するんじゃないかなっていう、そういうメッセージも受け取りました。ぜひ今あなたがそこに飛び込んでいく、あまりいろいろ考えすぎない、保守的になりすぎずに飛び込んでいく勇気を持ってみてください。あなたの視線はお相手は感じてくれています。お相手の方でも準備バッチリだと思いますから、じゃあ誘ってよっていうところですよね。でもね、それがね、なかなか勇気が出ないんだよっていう風に、自分じゃダメなのかなっていう風にお相手が思ってるから、あなたの方から誘ってくれたらすごく盛り上がる夜になるんじゃないかっていう、そういうお相手の妄想が膨らんでいました。では、お選びいただいたオラクルカードからのメッセージ、あの人をメロメロにするコツお伝えしていきます。誤解されることを恐れずに、ミステリアスな魅力を味方につけてください。そんなメッセージです。色気のある人は全てを説明しようとはしません。誤解されることは人間らしさの一部。全てを分かりやすくしようとしなくても大丈夫。少し謎を残すことでお相手はもっと知りたいと突きつけられます。堂々とした態度で自分の魅力を信じること。それがあの人を夢中にさせる鍵です。はい、堂々と凛としていてください。あなた次第っていうカードが答えを導いてくれていました。お相手と結ばれますか？あなた次第。ミステリアス、そして官能的にっていう風なアドバイスが入っていました。今回はあの人と体が結ばれていきますかっていうことに対しての答えやヒントをお出ししていきました。ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想、夜のちぎりシリーズです。あの人と肌を重ねることはできますかっていうことに対してイエス・ノーを出していこうと思います。よろしくお願いします。今回はカードを一枚一枚出していこうかなと思っています。まずあの人が感じるあなたの性的魅力について、まずカラーカードから見ていきましょう。どんなところに魅力を感じてくれてるのか。スカーレット、成功を引き寄せる、あなたに吸い込まれていきますよっていうところで、すごく美味しそうだなとか味わいたいっていうのが入ってきます。ちょっとトランプからももらっていこうと思います。こちらからもらっていきましょう。もう少し加えて見ていきましょう。秘めている情熱とかもあるんじゃないかな。あと華やかっていうのも入ってきます。大胆とかね、そういうのも入ってきます。やっぱり大胆だなって思いました。明るいところとか、あと溢れ出てるんですよね。色気がもう隠そうとしなくても出てるんです。例えば分かりやすく
腕を出す格好をしていたりとか足を出していたりとかする方もいるかもしれないし、いやそうじゃなくてって、別に肌出していませんよっていう方だとしても、そのどこかしらそのにじみ出てくるものがもう絶対的にあるよっていう風に言われてるので、なんかもう外見的に出てるものがあるんじゃないかなって。あと分かりやすいところで言えば、話し方だったりとか声とか、あと仕草ですよね。パッと目で入ってくるものって、そこから色気っていうのをすごく感じ取ってるっていうのが出てきています。またあなたも積極的なんじゃないかなと思うんですよね。お相手にボディタッチしたりとか話しかけたりとか、そういうこともしてるような気がします。なのでもっとこう奥まで知ってみたいなとか、入っていきたいなとか、あなたの魅力にたっぷりと使っていきたいなっていう風なことをお相手は感じてるし、多分肌を重ねたらあなたって美味しそうだなっていうのがお相手の中のあなたに対する印象として入ってきています。大胆情熱的とか、そういうのも入ってきますね。ミステリアスというよりは本当にそのままもうなんか色気あふれる人みたいな感じで入ってきます。ではもう少しもらっていきましょう。次はタロットを使ってあの人の妄想を見ていきます。あなたとどういうことしたいと思っているのか教えてください。あの人の願望、妄想、またどういうふうに動きたいと思っているのか、どんな夜をあなたと過ごしたいと思っているのかっていうことについて教えてください。はい、見ていきましょう。そうですね、お相手の中で必殺技持ってるよっていう風に出てきました。かなり大きな必殺技、大きさとか長さとか高さとか、目立つものっていうのが入ってきます。技かもしれないし、外見的な特徴かもしれないし、すごい自慢できるとか、あなたにこれ見てっていう風に言いたいものがあったりとか、もうどうだみたいなことがあると。でそれであなたがすごく衝撃を受けて、わ素晴らしいみたいな、そういうことを言ってほしいんだっていうのが入ってきています。ただしなんかね、あなたが果たしてこの自分の技とか、そうですね、持ち物とかを受け入れるぐらいのあなたのポケットの大きさ大丈夫かなみたいなことをお相手は思ってるんですね。心の大きさとかかもしれないし、その自分の大きすぎる愛を受け止めきれるだろうかみたいなことで少し感じてるところはあります。それぐらい大きなものを持っている。でもあなただったら多分大丈夫だろうっていう風にね、受け止めてくれるだろうとか、ぴったりとはまるだろうとか、そういうことがお相手の方から伝わってくることがありますね。まず気持ち的にすごく満たされたいとか、そういうこともあるし、自分が思いっきり攻めていきたいんだとか、そういうのも入っています。で子孫繁栄というか、あなたと結ばれていった先はっていうことも考えているし、いろんな妄想をしている。野球チームが作れるくらいたくさん営んでいきたいんですとか、思いを重ねていきたいんですとかね、集中したいんですとか、そういうことも入っています。あなたを独り占めして自分のこの大きなね必殺技で、一撃と言いますか、あなたをメロメロにしたいんですって、そういう気持ちがすごく強く入ってきていますね。そのためにいろんなことを鍛錬してるっていう感じです。修行してるっていう感じがします。あなたを喜ばせるために自分が鍛錬してるんで、見て見てこれみたいな感じで、こんな大きいもの作れちゃったとか、そういう風なワクワクした気持ちでお相手が今すごく妄想を膨らませている。でもこんなに大きなものを練り上げたけど、この技あなたは受け止めてくれるかな、いやでも多分大丈夫だろうっていうふうに思ってますね。だから毎日毎日頑張ってることを褒めて褒めてっていう風にも入ってくるし、すごくいいですね。そしてお相手の方から自分からアタックしますのでっていう風にね入ってますよ。このドーンと持っているこの技をあなたの前で披露しますからって。でそれがあなたともし肌を重ねることになったら、1回にたくさんではなくて日々重ねていきたいってことです。毎日とか一夜に何回もじゃなくて、毎日毎日みたいな感じで、そういう形で重ねていきたいっていうのが入ってくるので、そういう感じになるのかなと思います。でもう少し、オラクルをもらっていきましょう。
お相手の持っている技披露しますよっていうことなんですけど、そこに対して何かこう補足的なもの1枚もらっていきましょうか。それは一体どんなものなのか。その、必殺技は過去の傷っていう風に出てきました。過去に他の人とかにあなたの技大きすぎて受け止めきれないわっていう風に言われて、ちょっとこう傷ついたりだとか大丈夫かなって思うので事前申告する可能性があります。自分こんなに必殺技編み出しているので、あなたはそれを受け止められますかみたいな感じで打診されるかもしれないですね。その時にじゃああなたはそれを受け止められるのかなっていうところで1枚もらっていきましょう。どうでしょうかって。はい、情熱を呼び覚ますってありますね。大丈夫、あなただったら大丈夫でしょうっていう風に出てきています。過去の、恋愛とかでお相手が技を披露しようと思ったんだけど、それを拒絶されたことがあるとかで、自分のこの大きい技は大丈夫かなとか、大きい愛情が大きすぎて重いって言われたかもしれないし、それ大丈夫かなって思ってたんだけど、あなただったら逆に喜んでくれるっていう、そういうことが入ってきました。あなたにとってもすごく嬉しいことだと思うので、そこは安心しても大丈夫だと思います。じゃあエンジェルアンサーからもらっていきましょう。答えです。お相手と肌を重ねることできますかっていうことに対して近未来どうですか。答えをください。お相手と肌を重ねることはできますか。はい、1枚もらっていきましょう。これは数ヶ月後にそれは訪れるでしょうっていうのが入ってきました。数ヶ月なので早かったら1ヶ月だし、ちょっと長かったら半年ぐらい経つかもしれないんだけれども、その時にその訪れるよっていうのが入ってくるので、具体的な期間が入ってきましたね。でもう少し細かい期間くださいってことでトランプで見ていきましょう。それは具体的に失礼しました。具体的に何ヶ月後、そうですね、何ヶ月で幅を持たせた答えが返ってきたので、その中から具体的な数字、例えば、何ヶ月後の何日なのかとかラッキーナンバーをもらっていきましょう。はい、こちらです。8です。8のつく日とか時間、はい、8月とかね、それを参考にしてください。8で、かなりそのあなたとお相手が日々触れ合う時が、多くなってきた時がそのタイミングっていう風に、予兆っていう風に思ってください。例えば最近よく話するなとか、目が合うようになってきたなとか、話しかけられるようになってきたとか、連絡取り合うようになったとか、その接近した時がタイミング。なんか知らないけど最近ね、こう縁があって近いんだよねとかね、一緒にいる時が多いんだよねとかっていう時が、2人が一緒になるタイミングがもう間もなくやってきてるよっていうことです。ではタロットを使ってもう少しアドバイスもらっていきましょう。お相手の方から積極的にアプローチしてきてくれるっていうのがあるので、すごく嬉しいんじゃないかなと思います。そしてしかも激しいし、あとそうですね、毎日っていうのが入ってくるから、一晩ではそんなに回数は多くないかもしれないけど毎日です。そして大きな技を持っているっていうことですね。なんかそのペンタクル8いっぱい入ってくるんですよね。かなりこう毎日毎日毎日っていう風にお相手が言ってるので、かなりその毎日会いたいのかもしれないし、毎日肌を重ねたいっていうことかもしれないし、ワンドの9番も2枚目なんですよね。だから自分は一生懸命目標に向かって準備してるとか鍛錬してるとか鍛えてるとかね、このこちらもね、鍛えてますよとか、体を鍛えているとか、自分の技を磨いているとか、
そうですね。あとちょっと執念深い方かもしれないですね。ここまで同じカードが出てきたりとか、ワンドの9番とかワンドのペンタクル8番とかが出てくるので、ちょっと固執しやすい方、例えば執着しやすい方とか、やきもち屋さんとか、一回こう結ばれたらもう手放さないよとか、それぐらい強くて重い愛情をかけるような方かもしれないですね。あとは目標が決まったら一直線に向かってわーっていくようなタイプ。本当にこの大きい形のように一つ狙いを定めてズドンっていくようなタイプかもしれないので、このズドンがかなり大きくて衝動的で重かったり大きかったりするので、この大きさ耐えられますかっていう風に何回も何回も聞かれてるような気がするんです。ただあなたと一緒にいるとすごく温かい気持ちになれて、そこには愛情があるから、だからこそこの、衝動というか雷をね落としたいんですよっていうことで、S っ気のある方かもしれないですよね。雷を落としたいって言ってるから、でも打診はするよっていう風に言ってくれてるから、優しさはあるなっていう風に感じましたね。すごくいいですね。目標に向かって一直線に、これドラゴンですよね。ドラゴンのように勢いよく駆け抜けていくとかね、飛んでいくよっていう風に言われてるので、これもなんか、頭9つある竜だから、かなりこのエネルギーがあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。このエネルギーを持ってあなたのところへ向かっていく、あなたの体の中へ向かっていくんだっていうのが伝わってきます。でしかもそれを受け止めるぐらいの情熱とか器あなた持ってるから大丈夫よっていうふうにも言われています。じゃあそのあなたのラッキーカラーとして、その内なる衣の色としてね、どんな色を取り込んでいったらそのお相手を虜にできるのかなっていうラッキーカラーをもらっていきましょう。ぜひこれをあなたの内なる衣に取り入れてください。さあどんな色が出るでしょうか。はい、1枚もらっていきましょう。アプリコット、あんず色です。喜びと笑いっていうのがあるので、あんず色、オレンジですよね。オレンジ、暖かい色を取り入れてください。なんだったらつけなくてもいいんじゃないかなって、内なる衣つけなくてもいけるんじゃないかなっていうぐらいのね、それぐらいのそのありのままのあなたでいいんじゃないかっていう風にも入ってくるので、いざっていう時は身につけない、そうなんでしょうけど、はい、そういうのも入ってきました。もう1枚オラクルでアドバイスもらっていきましょう。どういうところに意識していったらいいですかってことで、喜びと笑いってあるし、カップの点も出てるので、2人でこう楽しみながら笑い合いながらキャッキャしながらイチャイチャしながら毎日毎日過ごしていけたらいいよねっていう風な、そんなお相手のセリフ言葉としても聞けるだろうし、あなたも同じようなことを思ってるだろうし、もっと濃厚的なことを言えば、毎日肌を重ねてもすごくそれは喜ばしいことなんじゃないかっていう風に入ってきました。清らかな愛情です。はい、お互いがもう純粋な気持ちで、もう楽しい、好き、愛しいとか、そういう愛情で全ては育まれているんだっていうことをお互い胸に留めて挑み続けていくと思いますから、ただ楽しいとかいいなとかいい気持ちだだけじゃなくて、愛情がちゃんと伴っているんだよっていうことですね。あなたがその愛情ってピュアなラブですよね。ピュアな気持ちを持ち続けると、このアプリコットも純粋な気持ちを表しているので、純粋な気持ちをそのまま表している、持っているだけでお相手はそこにグッと惹かれるっていう風に入ってきています。もうこれ以上言うことないんじゃないかっていうぐらいね、そのお相手との肌を重ねる時も数ヶ月後にやってくるし、お相手がどんなことを伝えたいのかっていうのもすごい大きなこととして入ってきてるので、もうすごいね、ものすごい愛情があるんじゃないかなっていうふうに思いました。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからもメッセージをもらっていく。あとごめんなさい、もう1枚オラクルカードでメッセージをもらっていきましょう。お相手の愛情の形として1枚カードをもらっていきます。もう十分伝わってはいるんですが、こちらももらっていきましょう。はい、これももらっていきます。思いを言葉にして現実を作り出す。はい、考えていることを
言葉に出していきましょう。そして繊細さという感情豊かな魅力とあります。あなたはすごく繊細な方。繊細というのはお相手のお気持ちをキャッチするのが上手な方っていうことです。だからお相手が何を伝えたいのかっていうのも言葉にしなくてもあなたは伝わってくるんだけれども、でもここでそれを改めて言葉にして伝えてみてとか、お互いで伝え合ってみてっていう、そういうメッセージも入ってくるから、きっとこう思ってるんだろうなとか、察することはすごくあなたは上手だけど、それをじゃあ言葉にするのはどうかなっていうところになると、もしかしたらそこは苦手かもしれないっていう方もいるかもしれないですね。改めてそれを言葉にしてって、言葉にすると現実になるよっていうふうに言われてるので、ぜひ願いを言葉にしてください。で、それはお相手に直接言わなくてもいい。例えば文字にして書き起こすとか、あとはちょっと変な話なんですけど、お部屋で一人でいて自分でわーって喋ってることを録音してみたりとか、後で消すんですけどしてみたりとかで、そしてあとカラオケに行ったりとかして愛の歌を歌ってみるとか、その時の自分の愛情を文字言葉として何か伝えるとか書くとか話すとかにしてやってみて、言語化してみてっていう風に入ってきています。これもぜひヒントとしてお受け取りください。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。あの人をメロメロにするコツです。恋の駆け引きは終わりではなくて次のステージへの招待状です。もし思い通りにいかないことがあっても、それは恋のゲームが新しい展開を迎えたサインです。焦らず今の感情を味わいましょう。時には余裕のある微笑みで、さて次はどんな展開になるのかしらと楽しむくらいがちょうどいいのかもしれません。はい、喜びと笑いのカードも出ていましたね。深みのある色気はどんな時間も自分のものにできる人から生まれます。あなたはその才能があります。時間をかけて深みのある色気を生み出し、それをお相手に届けていく。この衝撃的な必殺技、楽しみにしていてください。数ヶ月以内です。今回は夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、お相手と肌を重ねるときはやってきますかということについてイエス・ノーをもらっていきました。答えは数ヶ月以内でした。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想シリーズです。あの人と肌を重ねることはできますかということをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。では今回はカードを1枚ずつ出して見ていこうと思います。まずはあの人が感じるあなたの性的魅力についてカラーカードからもらっていきます。どんなところに魅力を感じてくれているのか見ていきましょう。はい、こちらのカードです。ブリリアンス、光沢、輝きを発見するということで、これ2パターンあって、1つはあなたがキラキラ輝いているところっていうのが純粋に入ってくるので、心のきらめきとか、あなたが夢について語っていたりとか、もうキラキラしてる表情っていうことですよね。輝いているっていうオーラを感じていたりとか、そこにいいなっていうふうに魅力を感じている。またはお相手のことをあなたが見つけてくれたっていうのも感じるんですね。その一方でお相手の長所をあなたが見つけてくれる。例えばあなたのこういうところって素敵だよねっていうことをあなたがお相手に言ったことによって、お相手がハッとそこで気づきをもらえて、この人って自分のことよく見てくれてるんだなとか、なんか自分のこと分かってくれるっていう風に思ったっていう可能性もあります。あなたの観察眼とかね、その長所を見抜く力っていうところが入ってくるのかなとも思います。あとはトランプからもう少しもらっていきましょう。こちらのブリリアンスのこのカラーカード、画角に入っているでしょうか。確認します。まずはトランプ1枚出していきましょう。大丈夫そうですね。こちらのカードからも見ていきましょう。
あなたの表情をお相手がよく見ているっていう感じです。お互いそうなのかなと思います。目がすごく鋭い、目がっていうか視線が鋭かったりとか、見抜く表情を見抜いたりとか、表情から察する心の中とか、そういうのお互い得意なんじゃないかなと思います。一回こう LINE とかメールとかコミュニケーション交わそうと思ったら結構長くおしゃべりできたりとか波長があったりとかするのかもしれません。そしてやっぱり品のある人っていう風に見えているので、なんかこう明るさとかじゃなくて上品な人っていうそういうイメージで受け取ってください。だと思います。パーティー会場とかに行くような方とか、花形の人、スターとか女優さんとか、それぐらいのこの上品さっていうのが伝わってきます。でもう少しじゃあもらっていきましょう。あとは、タロットカードからこの人がどんな妄想をしているのかとか、あなたとどういうことをしたいのかだったりとか、あなたに対してどういうことを伝えたいのかなとか、この方の考えていること、妄想していることを見ていきます。はい、まずはタロットから見ていきましょう。このお相手なんですが、ちょっと気になるところがあって、それがですね、ちょっと1枚カード出しましょう。最終的には取ったどーっていうね、このねワンドの6番が出てるので、やったーって勝利したんだ、掴み取ったぞーっていうのが入ってくるんですけど、ちょっと1枚だけ補足ください。こちらのカードですね、関係性っていうのが入ってきました。夜のちぎりとかで見ていく場合は、このお相手が今考えていることっていうのはあなたとの関係性っていう風にまず一つ入ってくるんですけど、でもそれはその今の関係性において考えていることがあるのかもしれないっていうのもあるんですけど、ちょっと一回これはこっちにね置かせてもらって、夜のちぎりで考えていくとするんだったら、そのあなたとやっぱり肉体的なつながりっていうところを求めていった時に、何かねこのお相手がなんかあなたをすごく繊細に丁重にとか、エスコートしなければっていう風にすごく強く思ってるのかなとも思います。なんか乱暴にしちゃいけないなとか、優しくしなきゃっていう風に思ってます。なぜか自分の大きな武器があるからっていう風に出てるんですね。ソードのエースのカードが出てるから、自分から発していく、自分から動き出していくもの、衝動的な気持ちとかもちろん体のパーツもそうなんですけど、自分からこう立ち向かっていくこの姿勢が果たしてあなたを傷つけるものにならないだろうかっていう風に、自分の持ち味でもあるんだけれども、それがあなたをあなたがね痛い思いをしたらどうしようとか、逆に傷つけてしまったりとか大変な思いとかしたらどうしようとか、言ってしまえば激しすぎてあなたが体力的についてこれなかったらどうしようとか、腰痛めちゃったらどうしようとか、そういうことを考えていたりとかもします。どうかなって、この体力、体のバランスと、あと自分のやっていきたいっていうこの勢いと、ここのあたりがどうかなっていうふうにかなり気遣っているなっていうのを感じます。また体だけじゃなくて心的にもどうかなって、自分がこう勢いよく飛び出していったものの、それでもしかしたらあなたがいやちょっと早すぎるわとか、勢いありすぎるわとかっていう風に思ってないかなとか、そういうことも慎重に考えているなっていう感じがします。だからあなたからのレスポンスが欲しいから、ちゃんと教えてほしいっていうのがお相手が今感じていることとか考えていることで、もうちょっと補足でもらっていきたいんですけど、先にオラクルでお相手が求めていることっていうのをもう少しもらっていきます。でも自分の方から攻めていきたいし、自分で
やりたいことというか、こういう風に持っていきたいとか、こういう攻め方したいっていうのはあるんですよ。ただそれをお相手が突っ走っていった時に、あなたの反応ってどうなのかなっていうのがちょっとだけ気になる。だけど結局は自分のやり方でしか進んでいけないから、この人は。だから自分なりのやり方で思いっきり進んでいって、最終的に取ったぞっていう風にね、やりたいっていうのは出てきてるんです。で、最終的にそれがあなたと自分の喜びにつながればすごく最高だなっていう風に入ってくるんですね。赤い糸のカード、運命っていう風に入ってきていて、自分たちは結ばれる運命にいるみたいなね、そういう、ロマンチックですよね。ロマンチックだなとも思いました。私、だからこそ丁寧に進めていきたいっていうのもあるし、レスポンスももちろん欲しいよねって、感想を聞かせてほしいってことですね。あなたというカスタマーセンターはどうでしょうか。カスタマーセンター、お相手がカスタマーセンターなのかな。お相手がカスタムするので、ぜひご要望をっていう風にね、言ってるのかもしれないなと思いました。ただ自分はこう攻めていくしかないっていうのがお相手の持ち味でもあるし、この人が考えていることだと思うんですね。ただあなたとの関係バランスっていうところに対してはどうかなって、例えば漏れはないだろうかとか、気遣いしなさすぎてはいないだろうかとか、一人突っ走りすぎていないか、最終的に目指したいのは2人の愛と喜びを分かち合う姿っていうところなんだけど、そこまで行くまでにあなたの体は持つだろうかとか、心はどうだろうかとか、すごく丁寧に拾い上げてるような、そんな感じがします。何度も見直しかけてるなのにやることはもうこれしかないっていう、ストレート法しかないっていう風にね、変化球はできません。気遣うんだけども変化球はできないから、自分は一本勝負ですと。ただこの一本勝負に自分は勝つっていうのがお相手が伝えてきてくれていることなので、ただね、こう気遣ってくれてるっていうことは、例えば途中でこう痛みを感じたら言ってねとか、嫌なこととかあったら言ってねとか、逆に嬉しいこととかいいなと思うこともあったらこう同時に教えてほしいなっていうことも言ってると思うので、ここですよね。あとはその自分は自分のやり方で自分突っ走るんでみたいなことを言ってます。じゃあ実際にエンジェルアンサーから答えをもらっていきましょう。近未来、2人は肌を重ねることできますかっていうことで、はい、答えをもらっていきましょう。肌を重ねることができますか。信頼のカードです。信じましょう。信頼してください。お相手を信頼してっていう風に、そんな答えが入ってきました。じゃあもう少し、具体的にアドバイスが欲しいので、タロットを追加していきましょう。信頼すればありますっていう風に読んでもいいんじゃないかなと思うんですね。赤い糸も出てるので、ぜひ信じてください。あまりネガティブに捉えないでねっていう風に入ってきています。アドバイスをタロットからもらっていきましょう。はい。もうね、遅いことないですよって、何かこう時間期間とかもう過ぎてしまったっていう風に思ってる方もいるかもしれないけど、そんなことないよ、遅すぎることはないですよ、今ですよっていう風に入ってくるから。あとは例えばなんですが、チャンスがあったんだけどそれ通り過ぎちゃったなっていう方に関しては、またチャンスがやってくるから、もう過去のことはとらわれないでくださいとか、そういうことのメッセージで入ってきます。なんかモヤモヤしてることとかがもしあったとしても、それは過去は過去だから、もう過ぎてしまったことだから、これから先のことを考えてほしいっていう風に、そこを信じてほしいっていうのが入ってきます。だからといってお相手と過去何かあったとかじゃないんだけど、そういうことじゃないんだけど、そのもっと大きなことかな、あなたの中で大きな変容が促されてきてるので、例えば過去、今まで自分はこういうお付き合いしかしてこれなかったしとか、例えば自分の気持ちをなかなか伝えるのが苦手でとか、そういうところからもう抜け出すんですよって、もう終わりだよっていう風に伝えてきてくれています。あなたにとって温かい、空気というか、お相手からの愛情が
降り注いでくるタイミングなのでって、じゃあそれはいつなのっていうふうに具体的なナンバーをトランプからもらっていきましょう。だから信じてほしいっていうのが入ってきます。ちょっと失礼しました。一回しまっていきます。信じてほしい。あなたが信じていくのであればつながるだろう。ジャッジメント、ソードのプリンセス。周りのことに左右されないで。そしてムーン、はい、モヤモヤから抜け出す。そして見えないものがもっと明らかになってくるとき、割と早いんじゃないかなとも思うんですけど、ラッキーナンバーは11です。11のつく日とか時間とかを参考にしてください。だいぶ早いんじゃないかなと思いますね。お相手と結ばれるのが、あなたが信じるのであればもうぐっと近く早い距離でやってくるんじゃないかなと思いますね。でこの動画をもしリアルタイムでご覧になっている方っていうのは1ヶ月以内にありそうなんじゃないかなとも思うんですけど、でもそのアンサーがトラスト、信じる、信頼っていうのが入ってくるので、信頼していれば早いし、そうではなかったら、どうしても自分を信じられないとか、お相手のこと信じられなくてとか、まだ見えないっていうのを持っていれば、もうちょっとそれは引き伸ばされていくだろうっていうのは出てきています。でももうなんかとらわれてることとか見えないことから抜け出すタイミングがもうやってきてるんだよっていう、新しい世界へ踏み出す準備はできていますかって、そういうメッセージも込められているように感じます。では内なる衣のラッキーカラーをもらっていきましょう。あなたが身につけるとより、お相手と肌を重ねるタイミングが近づくとか、あとお相手にその色いいねとか言ってもらえるような、そんなラッキーカラーをもらっていきましょう。はい、こちらの色です。シアン、自信を持ってっていう風に、自信持って。色はパキッとした明るい青とかブルーとか水色、そうですね、パキッとした色ですねがいいのかなと思います。結構はっきりした色ですよね。なかなか取り入れづらいっていう方はワンポイントでもいいと思います。このシアンの色を取り入れてみてください。で、あとは自信持ってっていう風にカードからのメッセージが入っているので、自信ないとかからはもう卒業しようって、自信ないのはなんでなんだろうって、それは過去の体験からなのか、それとも今の自分に何か原因があるのか。例えば容姿に自信がないんですとか、ちょっとお腹周りにお肉ついててとかかもしれないし、ならその現状をより良くするためのアクションってできますよねっていう風に入ってくるんですね。考え方一つ変えてみるとか、ありのままの自分を受け入れてみるとか、決してこのスタイルが良くなければ受け入れてもらえないとかじゃなくて、本当に大事なところってここの2人の愛情が一致してることなんじゃないのかなっていうふうにお相手が言ってきてくれてるんですよ。一番大事なのはこの体のラインが綺麗とか綺麗じゃないとか見た目とかじゃなくて、気持ちの面なんじゃないかって。この信じるっていうね、信頼のカードもそうですけど、どこまで自分を信頼できるのか、お相手のことを信じていけるのかっていうところなんじゃないかっていうふうにメッセージが結構強くね入ってきていますね。何かにとらわれていたりとか、こうじゃなきゃいけないとか、そういうところから抜け出すタイミングがもうやってきてるよっていうことですね。では、こちらのオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。決して周りと自分を比べたりとか、あと周りの人の噂話ですよね。あの人がこういうこと言ってたんだってとか、あなたの好きな人がこういう子がタイプなんだよっていう風に言ってたよとか、そういうね、周りのことはもう無視してくださいって。お相手から聞いた言葉だけを信じるとか、自分の中でもこう何かを全部取り入れるじゃなくてね、何か選んでいかなきゃいけないよって、もう少しこうシンプルにしていかなきゃいけないよっていうことと、愛と自由っていうメッセージが入ってきました。愛は自由でいいよ。とらわれる必要ない。囲う必要もなくて、枠にはめる必要もなくて、もっと楽に気楽に構えて自由に表現していいんだよって。あなたらしく。だってあなたらしさがあなたを輝かせているんだからっていう風に出てきているんですね。最近のあなたはこうじゃなきゃいけないとか、こんな自分はダメなんだとか、そういう風に思っていた傾向があったかもしれないけど、もっと自由でいいんだよって。自由に
ただこう両手を広げてシアンの衣を身につけながら待っていれば、このように待っていれば、赤い糸で結ばれているんだからってね、そんな感じで待っていれば、そのお相手からの動きっていうのがあるよって、だってお相手取ったどって言ってるから、あなたのことをゲットしたよって2人で幸せな気持ちかみしめ合ったんだ、やったぜみたいなことを言ってくれるから、それを望んでいってもいいんじゃないっていう風に、今こそこの考えていることを形にする時がやってくるんじゃないかっていう、そういうメッセージでもあるんですよね。だから自分のこの思い込みから今外れていく時、解放する時ですよって、そういうメッセージでもあります。そしたらもう1枚、オラクルカードからメッセージをもらっていって、今回は締めにしようと思います。はい、はい、こちらからメッセージをもらっていきましょう。魂の救済。はい、あなたの傷、魂の傷を癒す時とか、魂の傷というか心の傷を癒す時とかね、自分の中で見て見ぬふりをしていたところに目を向けて、そこですくい上げる。もう大丈夫なんだよっていう風に、またはお相手がそう言ってくれるかもしれないしね、あなたが自分の中では短所だって思っていたところとか、あんまり人には見せたくないなと思っているところをお相手に見せることによって、大丈夫なんだっていう風に思えたりとか、また逆もしかりですよね。お相手が自分のこういうところ自信なくてっていうところをあなたが救ってくれるから、だからお互いそのままのありのままの自分たちで向き合って、接することができるんだよっていう、そういうメッセージでもあるんじゃないかなと思うんですね。ぜひこちらも参考にしてください。そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきましょう。主役はあなたです。自分自身を祝福するほどあなた自身の魅力が増していきます。自分を愛する人ほど、自分自身のことをね愛する人ほど色気が増します。何か特別なことをしなくても、今日は私最高に素敵と自分を祝うだけで OK です。お気に入りの香水をまとって颯爽と歩くだけでも、お相手はあなたの輝きに目を取られます。自分を楽しめる人ほど恋の主導権を握るものです。あなたの色気であの人の視線を独り占めしてしまいましょう。あの人をメロメロにするコツ、メッセージをいただいていきました。もう自分最高っていう風に思ってねっていうメッセージです。そしたらあなたはキラ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 いっぱい輝くよっていうことを教えてきてくれていました。今回は夜の妄想、夜のちぎりシリーズです。あの人と肌を重ねることできますかっていうことの答えに対しては、信頼、トラストのカードと、あと赤い糸っていうのもポイントだなと思いました。ラッキーカラーはシアンで、ラッキーナンバーは11です。ぜひこちらも参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。夜のちぎり、夜の妄想シリーズです。あの人と肌を重ねることはできますかということに対してエンジェルアンサーから答えをもらっていきました。近未来の答えですので、またそれから先は変わっていきます。ぜひ参考にしてください。ということで今回はこちらののろびびさんのルルルマンカードからプチサンタ占いを行っていこうと思います。はい、ではそうですね、お相手と肌を重ねていくにあたって私からどんなアプローチをしていけばいいですかっていうことでメッセージをもらっていこうと思います。あの人をメロメロにさせるコツということでメッセージもお送りしていったんですが、あとその内なる衣の色とかねもらっていったんですが、それ以外でね自分でどういうアクションを起こしていったらいいのか、はい、では3枚もらっていきました。こちらから左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びください。選択肢と関係なく選んでくださいね。はい、どうでしょうか。
お選びいただいたでしょうか。では早速見ていきましょう。私からどんなアプローチをしていけばいいですかっていうことで、左をお選びいただいた方、四つ葉クローバーのカードです。あなたが手にするのは小さいけれど温かな光のようなものです。例えば日々お相手に話しかけていく小さなものって書いてるので、小さな出来事でもいいんです。おはようとかお疲れ様とか、そんな一言でもいいので、積み重ねていくこと、その小さなことがクローバーのように広がって大きな幸せへとつながっていきます。だから温かい気持ちを持ってお相手に話しかけに行くとか、メールを送るとか、またその言葉だけではなくてね、お相手とコミュニケーションを交わすとか、あとはもう小さなことを積み重ねるなので、自分磨きでもいいです。あなたが今取り組みたいなと思っていること、例えば肌のお手入れを念入りにしようとか、メイク変えてみようかなとか、毎日のメイクにこだわってみようかなでもいいし、またそうじゃなくてね、毎日ゆっくり休もうかなでもいいと思うんですね。あなたが温かい気持ちで過ごせることが一番大事だよっていう風に出てきています。はい、ぜひお相手と仲良くねっていう風に出てきていますからね、参考にしてください。では真ん中をお選びいただいた方です。鍵のカードです。チャンスです。解決の鍵が見つかりました。私からどうやってアプローチすればいいですかっていうことに対しては、チャンスやってくるよっていう風にまんま言われてるので、そのチャンスにあとは飛び乗っていくだけですよっていう風に出てきてます。ガチャって開けてくださいって、もうすぐそこに出てきてるっていう風にあるので、やってくるんですよ、チャンスが。お相手と話しかけるチャンスだったりとか、連絡先交換するチャンスとか、あなたにとってのチャンスです。お相手と仲良くなるためのチャンスがやってくる。もう何回もデートしてるよって方は、もういよいよついに肌を重ねる時が今かっていうのがやってくるっていうことですね。そのあなたにとってのチャンスをぜひ掴んでねっていうメッセージでもあります。はい、ヒントがもうすぐやってくる。では次、右をお選びいただいた方です。淑女、レディー。この場合はあなた自身を表します。あなた自身ですね。自分自身を信じてください。で、じゃあどうやってアプローチすればいいのっていうことに対しては、自分のカードが出てきてるので、だからどうすればいいのってところですよね。なのでもう1枚カードを足していきましょう。右の方はあなたが決めて動いていくんだよってシンプルに出てきてるんですけど、例えば勇気が出なくって一歩踏み出せませんとか、話しかけるの勇気いるんですっていう方なのかなと思います。なんかツール知りたいですよね。これも淑女ですね。同じルノルマンカードで2枚目の淑女が出てきたので、あなた自身またはあなたが心を知りたい女の人って出てるんですが、どうでしょうね。どちらかなと思います。あなた自身を表していると思うんですが、またはあなたが心を知りたい女の人っていうのが出てきてるので、かなりこれ強いですよね。やっぱ自分自身だよってことなのか、またはあなたが知りたいなって、心の中知りたいなって思っている女性の方がいるとか、対象の方がいるんだと思います。そうですね。私だったらもうあなたがシンプルに動いていくだけだよっていうこと、勇気持ってねってことを伝えるんですけど、女の人、あなたが心を知りたい女の人っていうワードが出てきてるので、当てはまる方はその方に尋ねてみるとかだと思います。ぜひこちらも参考にしてください。ちょっとびっくりしましたね。淑女のカードが2枚同時に出てきたので、あ、そうなんだっていうふうに思いましたが、あんまり気負わずに気軽に自分の方から言ってみてもいいと思います。こちらも参考にしてください。はい、ではプチサンタク占いは以上となります。私からどんな風にアプローチすればいいんですかっていうアドバイスもらっていきました。では、今回の夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、なんかね、1ヶ月ぐらいお休みをいただいていたので、このシリーズをやるのがすごく久しぶりに感じます。2ヶ月ぶりぐらいになるのかもしれないですね。で、未だにこのご好評いただいていて、いつもこの検索上位とかに入ってくるんですよ。だいたいこの推しか、夜のちぎりか、どちらかが多いかなと思います。なんで人気のコーナーなんだなっていうふうに私の中で感じてるんですけど、
これからもシリーズ化していきますので、どうぞまた次回お楽しみにしてください。またなんかコメントやリクエストなどありましたらぜひお寄せください。でもうちょっと雑談になってしまうんですけど、皆様からいただいたコメントの中でどのコメントが一番いいねもらってたんだろうなっていう風に自分である日見てみたんですね。遡ってデータを集計してみたんですけど、一番多かったのがやっぱりこの夜のちぎり夜の妄想シリーズの確か私が手書きで選択肢を書いた時、安心してください履いていますよっていうね、イラストで選択肢を作ってその動画を投稿した時の方のコメントが多分一番いいね数が多かったんですよね。コメントがすごく多かったので、すごくそれがご好評いただいていたんだなっていうことで、記念に自分の中でそれを残しておきました。記録しておきました。はい、すごくなんか自分のね、今まで投稿してきた動画の中でどのコメントに対して一番反応が多かったんだろうっていう風な、なんかね、興味があってやってみたんですけど、それもまた自分のチャンネルを知る一つのきっかけになりました。ちょっと面白いことを自分でやってみたんですけど、はい、コメントいただいた方多分びっくりしてると思いますよ。振り返った時にこんなにいいねもらってたんだっていう風に思うかもしれないですね。なんかきっかけがあったらぜひ見てみてください。安村さんの時の動画、そうですね、このアフタートークのところに差し込んでおきます。宣伝としてこの動画だよっていう風に差し込んでおくので、ぜひね見てみてください。そのコメントのところだけ見てもいいと思います。すごいいいね数もらっているので見てみてください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。